着きましたよ。現在8時9分。まったく今日は何だったんだろう。まあ2時間半ぐらいで着きましたね。綺麗な色の空だ。これもワルシャワにあったのと同じような感じで、バルバカン城壁の一部だね。バブルホステル、今日はこちらのホステルですのでチェックインしていきます。このむき出しタイプのエレベーターだ。なんかエジプト以来だなこれ。ドアぐらいつけてもよくないこれ。チェックインできました。景色めっちゃいいね。本日はこんな感じです。クラクフは2泊で5422円でした。結構いいね。まあということでね、かなり出遅れてしまったんですけども、クラクフ楽しんでいきましょうよ。何時間待ったことか、ホームで。まずはご飯よ。もうお腹ペコペコよこっちは。もうやっぱりバルカンの三国とは違ってさ、9時10分だけど暗いわ。肉眼の方が暗いね。結構ちゃんと暗い。もう夜って感じ。今日はここで夜ご飯食べようかな。ホステルから5分ぐらいでしたね。結構評価も高いので最高。さあメニューちゃん来ましたよ。いいね。写真載ってて分かりやすいね。こちら来ましたよ。トマトのスープにパルメザンチーズがかかったスープ、そしてビール。見て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 、もうこれで決まりそう。マジでお腹いったんだけど、ちょっと俺がビール飲んでる姿見るのも久しぶりじゃない？久しぶりだよね。記憶上ではさ、ラトビア以来飲んでないでしょ多分。いただきます。あー、うますぎる。待って、うますぎるんだけど、幸せすぎる。ではこちらのスープちゃんをいただいてみましょう。濃厚なトマトだね。これ本当に最高なんだが、大優勝だこれは。見てくださいませ。来ました。デカポークとちょっとしたサラダ。最高すぎるね。このカツの上に、キノコとチーズ。もうこんなの美味しいに決まってるじゃないの。さあいただきます。うわ、サックサク。お菓子食べてるみたい。めっちゃ美味しい。幸せってこのことよ。このサラダもね、頼まなくてもついてくるやつだからいいね。いや、お腹いっぱい。大満足。ごちそうさまでした。いやー、大満足。も最高に美味しかったんだけど、まあ明日もね早いからね、ちょっと帰らないといけないんですが、ちょっとだけね夜のクラクフ散歩して帰りましょう。いやー、もうほんと大満足。カツ思ったよりでかかったな。あれぐらいないとね、やっぱりお腹にたまんないよね。いや、夜のクラクフめっちゃ綺麗だな、ここの街。さて今私、中央市場広場というところにいます。織物会館、そして聖アンナ教会などに、囲まれてる、この市場ですね。もう10時半なんですが、レストランにはびっしり人。そしてこちらの広場もたくさんの人で賑わっています。ここも本当にディズニーなんですけど、夜来てよかった。織物会館すごい綺麗。あらららら、綺麗だねここ。ちょっとね、明日も朝早いし、ちょっと今日はここで一旦もう部屋戻ります。まあ昼の街並み見ないとねパッと分かんないんだけど、この街かなりおしゃれですね。多分一番おしゃれかも。ヨーロッパっぽい雰囲気あるのここかもしんない。もうベストで、街の雰囲気めちゃめちゃいいんだけど、何ここ。綺麗な人とかかっこいい人とか多い。すごいなんかみんなちゃんと気使ってる気がする。いや待って、この街レベル高いわ。絶対いい街だ。もうパッと行ったらわかる。いやー待って、明日回れるかな。明日しかないんだよね回れる日。でも明日アウシュビッチ行っちゃうからな。ちょっとどうなるか分かんないけど、一応ねギリギリ見れてよかったこの街。さあおはようございます。なんかね朝ごはんもついてたんで作りました。サンドイッチトマトとか入れていただきます。さておはようございます。現在8時35分です。今日はねツアーがね9時からあるので、集合場所にね向かっていきたいと思います。本当はね自分で行きたかったんですけどね、いいでしょうということで今日は楽していきましょう。一応集合場所はこの辺なんですけど、番かな。今ドライバーに聞いてみたら、場所はここで合ってるけどこのバスじゃないよって、他のやつだから多分来るよみたいなこと言ってくれました。8時49分ですね。来ました人。着きました。1時間と10分ぐらいですかね。あそこのエントランスすごい人の量なんですけど、あれはチケット持ってない人かな。で並んで買うのかな、買えたのかな。ガイドの方に聞いてみたところ、やっぱこのラインはチケット用らしいですね。 50% オンラインで 50% 現地で売ってるみたいです。チケット来たら買えたかもしれませんね。でも売り切れる可能性もあるので微妙ですけど。
まあでもどちらにしろとんでもない列だから、まあ並びたくはないけどねこれ。さあ今こんな感じでヘッドセットみたいなのもらってガイドさんの声がね聞こえますね。ちなみにガイドは日本語はないので、まあ英語で、はい、あの人分かりやすい、聞きやすいです。この門はとても有名ですね。正面入り口のところなんですけども、働けば自由になれる、労働は自由をもたらすという意味が書いてあるんですが、どれだけ労働しようが何をしようがここから出ることはできなかったんですね。諸説ありますが、あそこの B のところ、ここの B の部分が逆さになっているのは少しもの犯行の意思を表しているとも言われています。そしてこのように有刺鉄線が二重にあり、当時はねこれに電流も流れていて一度入ったらもう出ることはできない、そんな場所でした。これはヨーロッパ各地からねユダヤ人がね送られてきたということをね示している地図です。もう全ての場所からですね。ここに書いてありますね。130万人の方がここで虐殺され、110万人がユダヤ人でした。ユダヤ人だということでもう何の理由もなく虐殺をされたということです。このように着いてすぐに選別をされて、子供や女性など、働けないような人はもうすぐにガス室に送られて殺されるという。ここのセレクションが最後の家族を見た瞬間でしたとか、生き延びた方のインタビューとかも見たんですけど、残酷すぎますよねちょっと。こちら On the way to death です。もう死に向かって歩いているという、死に向かっている道、これが殺害に使われたガス管です。虐殺された方がかけていたメガネになります。これは身体が不自由な方のものですね。働けないとみなされた方は着いてすぐガス室に送られて殺害されました。こちらは大量な食器。新しい生活ができると思ってここにたくさんねいろいろ詰めてここに向かってきたのに、待っていたのは地獄でした。初期の頃はここに寝させられていたようです。そしてこのような3段ベッドになったんですが、一つに2人は寝ていたということですね。ここを越えたら監視に殺されるという、もう何をしても殺されるっていう、人間が人間にすることじゃない。こちらは死の壁ですね。ここは虐待と処刑の象徴です。ここで多くの犠牲者が命を落としました。弾丸が跳ね返らないように設計され、音を吸収するように作られていたみたいです。ここは中心に当たるので見せしめのためにねこれが作られていたようです。ここで首を吊られていたようですね。ここがガス室の入り口になります。壁にはね跡も残ってます。これ爪痕ですね、爪の跡。どこからねガスが出てどこが一番早く楽に死ねるかを聞く人もねいたようです。そしてそのすぐ横の部屋で焼却されたということです。第1収容所が見終わって次に第2収容所のビルケナウの方に来ました。ここはもう完全にガス室に送るためだけにも作られたようなところです。いやここ想像の数十倍広大だわ。向こうもずらーっとまだすごいなこれ。この広大な敷地は収容するためだけに作ってるっていうのがもうなんか人間になることじゃないですよ本当に。ここはねすごい有名だね。この景色は死の門と呼ばれていますね。もうここを通ったら出ることはできない壊されたガス室ですね。ここが寝させられていたところですね。実際の中です。第1収容所と第2収容所の説明を受けました。このアウシュビッツに来ている方はガイド付きはねいいって言うんですけども、結構な時間勉強に割いてここに来たのでもう知ってる内容ばっかりでしたね。美術館とか行くときは絵とかを見たりね、どういう心情で描いたのかとかは全然知らないのでガイドをねつける価値はすごいあると思うんですけど、今回に関しては結構知ってる内容というかもう学んだところが多かったですね。割と勉強してるというか調べてきた人はガイドはつけなくてもいいんじゃないでしょうか。はい、さあということでねこのバンに乗ってまたクラクフの街まで1時間半くらいかけて帰ります。ツアーはねやっぱり良かったですね。帰り道とかねなんかいろいろ考えなくてもうここまで連れてきてくれるんで楽っちゃ楽ですけど、ガイドはいらないかな。
さあということで帰ってきました。このクラクフの街にですね、現在3時40分ですね。これからちょっとクラクフの街並みを見ていきましょう。昨日のここのレストラン行ったんだけどめっちゃ混んでるわ。やっぱり人気店だったんだ。さて昨日の夜も来ました。中央市場広場まで来ましたよ。まずはね、この聖アンナ教会というところに入ってみたいと思います。内装めちゃめちゃ綺麗なんだよ。奥のステンドグラスもすごい。あれも美しいね。祭壇、細かい作り。さあ次はね、この織物会館に入ってみましょう。こちらは中世から現代にかけてのポーランドの商業、文化、歴史の中心として重要な役割を果たしました。活気がすごい。活気が通路のこの両サイドにバーッとね並んでいる感じで、このお店とかめちゃめちゃ可愛い。彩り豊か。ああいうグラスも売ってますね。めっちゃ綺麗。光ってるわ超。で外にはねこういう屋台もねいろいろ並んでるね。いやもう見てて楽しいわ。ここはこの外にもジュエリーだったり工芸品的なお皿とか、あとはこういうカバンとかなんかいろいろ売ってるね。本当に食べ物、ホットドッグとかさ、スープとかもいろいろある。こういうお菓子売ってるところとかもあるわ。甘いものも売ってるね。もう最高だ。ここは何でもあるわ。超美味しそう。このソーセージかな。このでかいパン何これ。今日朝からねバナナ1本しか食べてないからこれ食べてみることにしました。どうかな。さあではいただきましょうね。こちら超でかいね。もう手よりか全然でかい。いただきます。具に到達するまでちょっと余韻があるね。ここに塗ってあるやつ美味しいな。これはなかなかお腹にたまりそう。うまい。食べるのめっちゃむずい。ソーセージめっちゃうまいわ。待ってやばい。お酒飲んでる人もいっぱいいるね。テーブルと皿とフォークが欲しい。これは美味しいわ。いや大満足。めちゃめちゃ食べづらかったけど超美味しかったわ。これでちょっとは持つかな。めっちゃ綺麗じゃない。街並み超綺麗。この広場にはタワーもありますね。こちら70メートルぐらいはあるようですけど、視聴者の一部だったそうです。もうすごいにぎわいでもう最高なね活気にあふれてて。さあヨーロッパではおなじみかっこいいマック溶け込んでるわ。クラクフはねこうやってメニューに写真が載ってるところが多いような気がする。だからすごい分かりやすい。なぜか大量の招き猫。怖いわこれは。さあこちら聖ペテロ・パウロ教会です。クラクフで最も美しいバロック様式の一つとして知られています。そして前にはね十二使徒の彫刻が並んでいます。全く弾いてないじゃん。ほぼ音源じゃないあれ。ほぼ音源だよね。弾き始めたわ。単に弾くパートじゃなかったのか。申し訳ない。この奥にね先ほどの広場があるんですけど、ここずっとまっすぐ歩いてきたところ、こちらバベル城があります。ここクラクフは以前は首都だったんですね。かつてのポーランド王国の首都、このクラクフの象徴でした。そしてゴシック、ルネサンス、バロック様式が見事に融合したこの城は王宮として長くポーランド王の住居として使われました。城の敷地内からはヴィスラ川が見えますね。城の地下にはバベルドラゴンの伝説というものがあって、なんかドラゴンの洞窟というところがあるみたいですね。さあ中に入ってきましたよ。これ中庭ということでしょうかね。そういうことにしておきましょう。そうね。はい大聖堂どこかな。金のドームかね。もう明らかにね様式が違うもんね。他とはねごちゃ混ぜって感じ。あららららら。壁の後ろ側こんななってたわ。広場。この広場の端っこにミュージアムの入り口かな。武器系のミュージアムかな。いや日が隠れたらね急に体感温度下がってきたね。涼しくなってきた。あそこからぐるーっと上に登ってって中に入って右の方からこう降りてきたんだ。
一周できましたと。さあ私次はカジミエシュ地区というところに来ました。ユダヤ人コミュニティの地区としてよく知られています。ちょっといろいろ見ていきます。この地区第二次世界大戦以前は多くのユダヤ人が住んでいたんですけども、その大戦中にゲットにね移住させられて、このコミュニティは壊滅してしまいました。その後文化の復興が進み、現在はね若干観光地っぽくなって復興はしているっていう感じなんですけども、こちらのび広場というところですね。周りにはレストランがたくさん並んでいて、中央のやつは何だろうね、あれは。あそこも飲食店的ななんか買えるんだね。この都市はなんか屋台みたいなやつが多いね。クラクフは食べ歩きとかそういうのに最適な気がするわ。こちらザピエカンカっていう細長いパンみたいなやつがあるんですけど、みんなそれ食べてますね。みんななんかでかいパンを食べてるんですけども、あれは美味しいのかな。こんな感じのやつですね。パンの上にいろいろ乗ったピザみたいなやつ、これが有名なグルメみたいです。今まで食べ歩きしてる人なんてあんまり見なかったのに、ここではもうみんな食べ歩きしてるわ。さあこちらはレムシナゴーグというところです。シナゴーグはユダヤ教徒のお祈りをするところですね。ユダヤ教のコミュニティ地区なのでシナゴーグが多く見られます。世界大戦中にユダヤ教徒がゲットーに強制移住させられた時に、こういったシナゴーグは放置されたり破壊されたりしたんですが、大戦が終わった後1990年以降ですね、ユダヤ文化の復興とともに再度注目され、多くが修復されましたと。さっくり見終わったのでホステル戻りましょうかね。なんて言ったってね、明日の朝が早いんだよ。チェコに移動するんですけどもう5時半とかにはホステル出ないといけないので、明日朝ちょっと大変なんですよね。なのでね、今日はちょっともう戻ってゆっくりしましょうか。いろいろあったしね、今日もね、いいんじゃない。やはりホステルの部屋からめちゃめちゃいい景色が見れますね。最高の夕日だ。はい、おはようございます。5時27分でございます。駅に向かいます。中央駅。さてと駅に着きましたよ。現在5時。うるさいなじゃあ久しぶりのマックご購入しておきました。881円かな。ちょっと高めかな。私のプラハ行きこれかな。今列車開きました。さあ乗り込んでいこう。ここですね。この 4人席だ。ありがたいっちゃありがたい。人がいなければ。さあ食べましょう。マックでこのトルティーヤみたいのとサラダとあとコーヒー買ってきました。いただきます。帝国通り6時2分にぴったり出発しました。6時間以上の道のりですね。列車旅を楽しみましょう。さあということでプラハ着きました。ポーランド編のご視聴ありがとうございました。チェコ編で会いましょう。バイバイ。